避難訓練が終わって避難しなくちゃいけない時が来るわけでしょ。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、占いと、時事、今週もやられることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ね。おかげさまで5月の予言の回が、ですね、割と回って。で、割と回って、はい。続けても大丈夫かなと。はい。あれぐらい回るのがずっと続くと、僕らも安心なので。そうですね。あそこからね、1万、10万ぐらいまで行ってくれれば、僕ら安心なんですけども、今の段階としては、非常にいい回り方してます。皆さんのおかげです。10万は無理じゃない。夢は大きく持ちましょう。夢は大きく持ちましょうよ。そうっすか。ね。ちょっといつもとマイクの位置も変えてみてね。そうね。あなたの声も通るように。別にいいんですけど、はい。そんなことなんでございまして、早速ちょっとやっていければと思います。はい。はい。収録がですね、これ火曜日でございまして、木曜日5月1日かなに、アップされております。で、その前に、4月26日に地震が起きるみたいな、すごいいろんな、そうだね。あった。スピリチュアルな方とか。そうっすね。すごい言ってました。何なんですかね、あれは。だから、なんだろうって思ってて、自分だとほら出てなかったから、質問でもあったけど、なんだろう、触れたら事故るなって思って。なかなかね、ちょっと。そう。いや、地震予知って大変なんですよ、多分。そうじゃないですか、それは。東大とかでもさ、そんなもんできるわけないから、そんなのに予算つけるな、みたいなさ。海外から来てる方かななんかおっしゃってたりね。するくらいなんで難しいですよ。科学的にも難しいですもんね。だから、僕もね、前の動画でも言ったけど、結局、日本にとって良くないなっていうポイントはなんとなく1週間とか10日くらい、ここら辺だろうなっていうのがわかるんですよ。なんとなくね。で、そういう時確かにずーっとあるんですよ。そういう時っていうのはね。あるんだけど、毎回地震でも限らないんですよ。だってね、日本にとって悪いことって言ったっていろんなね、要因があるわけで。だからわかんねえよなーみたいなのあって、漠然とね。で、チャレンジしたことあるから。もう本当に当てられるか。当てられるかどうかっていう。それで、地磁気ってあるじゃない。地磁気、気象庁とかが書き岡とかで計測してるのがあって、父島とか、女満別とか。で、あれでおよそ、ジャーっとなった時、だから、今回も26日のあたり見てたんだけど、16日あたり乱れてて、その数日後に長野であったから、だから、その後もなかったからね、別に。ないだろうっていう感じで。ね、いろんな方おっしゃってましたけどね。で、これが乱れてるから、相関くらいしかなくて、そんな、震度3とか4ってみんな気にしないじゃん。日本って地震大国だから、わかんないんだよ。3か4なのか、6なのかっていうの。大きい差でしょけど。かなり大きいですかね。かなり大きいじゃん。だけど、わかんないんですよ。で、だから、そうやって空間的にも攻めて、あれですよ、占い的にも攻めて、だったらあるかもな、みたいな。直線まで俺だからわかんねえよっていう。なるほどね。だから、占い的な要因も見て、で、その上でさらに地磁気だから実際にね、の状況も見て、それでやっとこうかな、みたいな感じ。だって、2011年3月だって俺わかんなかったよ。だから、水とか用意しといた方がいいよっていうのは家族には言ってた。災害的な何かがあるかもっていう。そう、だから、イルカだかクジラが打ち上げられてて、で、そのニュースを見て自分も撃つというか気象的なでぐーんとなってたから、嫌だなって思ってて、で、それで占いでも3月あれだったから気をつけた方がいいっていうこと言ってたけど、あんなことになるなんてわかんないもん。そうですよね。僕そんな制度だから、めったなこと言えねえよな、みたいな感じだよね。それでもちろんね、その地震はいつだって気をつけた方がいいことではありますけど、それでみんなが不安になってわーってなっちゃうのも、ね。違うんじゃないのとは思う。だから26ってなんだろうと思ってて。だから5月だって一応ありますよ。先週のね、動画でも喋りましたけど、だけど直線まで俺もわかんない。ですね。なので、毎週見てくださいっていうことで。そうだね。直前でもわかるかわかんないよ。だから、たまたま収録日とかに、こういうのチェックして、で、確信する。そう。あるかも。そう。みたいな。わかんねえもん。
まあそんな感じですよね。はい。まあなので、まあ、うちとしてはまあ、なんかなかったねっていう感じではありますからね。結構難しいですよね。まあ、ね、こういう話もね、今後。そうですね。まあ、防災っすよ、防災。防災はね、いつだって大事ですからね。はい。まあそんな話もね、していくこともあるかもしれませんので、今後ともよろしくお願いしますということなんですけど。まあ、じゃあ、早速ね、ちょっと皆さんが気になるところでは、やっぱり、あれですかね、ゴシップ系も気になるかと思いますので、ちょっと、いろいろちょっと見ていければと思いますけども、5月の予言の、ね、予測動画の中でも、4月の、この終わりぐらいから5月上旬、ゴシップ増えるんじゃないのみたいな話あったじゃないですか。早速ですよ。早速っすね。田中圭さん、長野芽さんの、不倫騒動。はい。すごい。ございましたね。すごいですね。いや、まあ、本人たち誤解だっていう話なんで。ね、否定してますし。不倫誤解騒動かな。そうですね、誤解ですよ。ね。ご本人たちが違うよって言ってるのに、なんか、いやいや、あったんでしょみたいな、ね、風に言うのもちょっとあれですし。で、まあ、長野芽さんの方だったらば、あれですね、キム・ムジュンさんとの、ね、交際疑惑もあったんじゃないかっていう話ですけど、これもまあ、双方否定と。そうだよね。はい、いうお話でございますから、まあまあ、どうなのというところではございますけれども、まあ、ね、田中圭さんもともとまあちょっと、そういう、なんと言いますか、そういうご相談まあ、ね、スキャンダルみたいなの、ね、ちょっと、ね、定期的に聞くようなイメージあったけどね。ね、定期的にあるんだけども仕事はなくならないっていう不思議な方ではございますよ、本当に。確かに。ね。まあ、それだけご人気があるということですし、実力もあるということなのかなというふうに思いますけれども。ね、まあ、そんな中でね、長野芽さん、オールナイトニッポンの中でね、謝罪もね、していてというところでございますので、現状どうなのかと。運勢とかね。はい、そう。田中圭さんは、木のとの実なので、今年木のと実なんで、60年に1回来る、魂の還暦って言ったらいいのかな。魂の還暦生産なんですよ。これまで何年か積み上げてきたもの、みたいなのの、まあ、ここ節目だよ、みたいな。節目。まあ、節目っぽい感じですね、そういう意味で言えば。僕、だからね、結構ね、自分もそういう年があったんですよ。まあそういう生産的な。そう、生産的な年に、やっぱりちょっとね、トラブルみたいなんで、警察の人に頼って止めていただいたりとか。止めていただいたり。止めていただいたりとか、なんだろうな、ちょっと、脅迫まがいみたいなことされたりとかね、なんかあったんですよ。穏やかじゃないですね。だから生産だよね。僕に。で、その年にね、セレーネ始めてたりするんですよ。それを言われると僕、あの時かってなりますね。だから、それが起きたのって、4月の時って結構パチッとこう変わる瞬間だったんだけど、4月に起きてるから、割と、だから、田中圭さんに同情しています。こういうね、まあ実際、云々は置いといて、騒動がね、やっぱり。けどまあ、僕から言えることは、自分がやってきたことだからね、みたいな、感じかな。まあね、でね、不倫騒動っていうことで、まあ当然田中圭さんご結婚もね、されてらっしゃるわけですから、まあ奥さんだってね。そう。ね、そうなんですよ。結局、なんだろうな、例えばさ、奥さんが問題があったとしましょうと。まあ仮にね。したらさ、なんか、こんなことになっちゃってみたいな感じで自己嫌悪みたいなのも進むしさ。で、そんなことなかったらさ、なんでこんなことになっちゃったんだろうってなるわけでしょ？どっちにしろですよね。それって結構やっぱりね、奥さんやっぱりかわいそうだよね。そうですよね。なんだろう、ね、100歩譲ってしてなかったとしましょうよ。まあまあ何もなかった。本人たちがおっしゃってるように。本当にね。だけど俺さ、全然仕事関係の人と女の人と二人で、なんていうの、普通の居酒屋あちこちで目があるような居酒屋で飲んだだけでめちゃめちゃ、叱られましたから。まあまあね。それはまあね。そうなんですよ。一般的なね。そう。だから、わかんないよね。各家庭によって基準がいろいろあるじゃない。まあまあ、そういうの別にそのぐらいいいよっていう人も当然いらっしゃるし、まあ、いやいや、家族がいるんだからっていうところもありますし、ね、まあそこはまあ、各いろんなご家庭のね、お考えがありますから。あるよね。だから、まあ、そう。
彼生産の年で一気に運が、大運も年運もこうひっくり返るからもう一気に悪くなるっていう瞬間、瞬間風速的にものすごく悪いっていうのがこの4月4日から、5月5日。で、多分余韻は6月くらいまで続くので、この2ヶ月っていうのはしんどいんだろうなっていうふうに思いますね。なるほどね。その後はどうなんですか？多分良くなっていくよ。じゃあ本当に今この瞬間。生産だよね。もう全部、やらかしてきたことがあるんでしたら、それの、生産がドンと。だから、生産で、事務所は結構お金入るんじゃないですかね。だから働いてくれるから、これからバーって運が上がって。なるほど。ここから。ね、働いていただけるんじゃないですか。なるほどね。長野めいさんは？長野めいさんも逆にここ5年くらいのなんかね、あったと思いますよ。なんかこう、なんていうのかな、ストックというか。いろんな積み重ね。いろんな積み重ねがあって、それの生産みたいな感じに、今月やっぱりバキって、やっぱり広末さんとかもそうだったし、僕ね、昨日との年のカノエはね、注意した方がいいと思うんですよ。だから、そういうタイミングだから。なるほどね。だからその星回りといいますか、星の配置になってる方がやっぱりここでズコンと。それで受けちゃう人はね、結構ね、だから受けちゃうタイミングで仕事でも変化が起きるタイミングだったし、そういう感じでね、生産して、これからね、体運的には良くなっていくので、いっぱい働くんじゃないですかね。お仕事してね、良くも、いいこと悪いこといろいろありますけども、そこは、きちんと生産して、しっかりお仕事頑張って。なんか、とてもね、だからこの件はね、芸能だなって思いました。なるほどね。それが、いいことなのか悪いことなのか。嫌いな人も最近増えてますよね、そういうね。そうですね。なかなかね、難しいところではありますよね。芸能だなって感じですね。芸能だなだと芸能一生懸命やってる人に悪いから、芸能の世界だな。そうですね。芸能界っぽい感じですよね。で、奥さんはちょっと運が上がるから、じゃあいいかって僕思ってます。なるほどね。田中圭さんの奥さんは、ちょっと悩みとかいろいろこれから増えるだろうけど、この10年ね。だけど、その後からもずっといいし、なんか、ここ数年、ペコッとこう、運が3年くらい多分良くなるから、なんか、いい意味で生産になればいいなっていうふうには思いますね。なるほどね。前向きな方向にね、行っていただければと思いますね。そんな芸能界、ゴシップなんていう話ございましたけども、もう一個、ちょうど今日かな、分かったことですかね。令和ロマン。高平車さん。車さん。ね、昨日かな今日かな復帰ということなんですけども。復帰対象同時だよね。復帰、対象復帰って言うとなんか対象&復帰ですよ。対象&復帰だよね。今回、芸能活動の方を、復帰するという YouTube のね、チャンネルの更新と同時に、吉本興業さんの方から、いわゆるマネジメント契約終了と。両者合意の上と。いうことで、発表されたということでございまして、YouTube の方も、いろいろございましたし、世間的にもね、いろいろといろんな反響があったわけでございます。ブルマンさん、どうなんですかね。だから、やっぱりこれもさっき言ったカノエタツの影響僕あると思うんですよね。なるほど。昨日との年のカノエの、月か。なんかだから、1ヶ月だけ反転してんじゃないかなと。なるほど。対運見てもそう思いますね。だから、ベコッと運が悪くなってるのが、この4月かなとは思うので。なるほどね。だけど、こっからずっといいですよ。そうなんですね。逆に。で、去年もやっぱり、そういうタイミングだったというか、サンゴっていうのでサルネタツ作っちゃったりする。専門用語あんまり言わない方がいいのか。だけど、エネルギーをさ、暴走しやすいタイミングっていうかさ、悪目立ちしやすいタイミングっていうのが2月くらいまで続いてたんだよね。だから、いい面もすごくあったんだけど、去年って。だけど、なんかね、溜まってたんですよ。その、ネガティブなエネルギーみたいなのが。なるほどね。良くも悪くもの悪い部分もやっぱりグッと溜まってたと。で、もう一回バッとこうなる瞬間、あるとしたらこの4月なんで、で、これで、
まあ、本人はね、上がってるつもりかもしれないけど、落ちたとしましょうと。だからそこからまた上がっていくから、ある意味逆に吉本さんに守っていただいたんじゃないですかね、とは思うけどね。ああ、まあ、なるほどね。まあまあ、ちょっとね、ご事情もね、ちょっとなかなかこう、いろいろ、ね。一周回って。一周回って。で、復帰もできるし、いいんじゃないのとは思いますけどね。ねえ。まあ本当ね、まあ。ね、才能も終わりですしね。ね、そうですね。オンラインで頑張るのか、オフラインで頑張るのか、わかんないですけども。ね、まあ、ね、ちょっと、ね、週刊誌にね、騒がれたね、騒動とかもありましたけども。ね、なんか、いろんな疑惑がありましたよね。女性系のもなんかあったし。ありましたし。そう、だから、難しいですよね。割と俺、車さんと疲れてると思うんですよ、みんなに。まあまあ、そういうじゃないですかね。だけど、一部の人にちょっとね、やっぱり警察沙汰になってたりとか、だから女性の方もね、本人はね、事実じゃないことも結構あるっておっしゃってるから、まあ、両者否定されてらっしゃるから。そう、どこまでなんだろうなっていう感じじゃないですか。ね。だから大変だなっていう感じで、まあ大変なこと起きちゃいそうな、時期ですよ。で、まあこの人も徐々に、夏ぐらいからまたどんどん活躍していくんじゃないかな。おー、なるほど。8月くらいからですかね、どんどんっていう感じで。楽しみっすね。ね、まあいい方向にね。ね、なんか、キングコングさん状態というかね、感じでいいんじゃないかな。あちらもね、吉本さんとも仕事をしてる。そう。才能あるし、車さん。頑張ってほしいですね。ね、頑張ってほしいですね。一応まあこれ、もう一個まあこのね、まあそういういろんな週刊誌の騒動ありますよね、まあ下りでちょっとお話ししようと思ってたんですけど、まあうちのリスナーといいますか、視聴者さん的にちょっとご存知かあれなんですけど、加藤純一さん。ネットではすごく、まあ有名といいますか。配信の世界でね。はい。トップの人ってね。はい。まあこの加藤純一さんも離婚発表と。いうことで、まあ去年ちょっとね、結構、まあいろいろとごたごたとね、騒動とかが、まあ続いておりましたけども、まあその流れで、今回ね、ご結婚されていらっしゃったんですけども、奥様と一緒に、YouTube ですかね、配信の方出られまして、まあいや、あなたは悪くないよと言いながら、まあ離婚に至ったという経緯を説明してたということでございまして、はい。まあね、結婚披露宴をね、配信して、もうその、なんですか、いわゆるスパチャ的な、額がね、もう本当に世界トップになったぐらいの、注目を集めてたんですけど、まあ今回ちょっと離婚になっちゃったということだったんですけども、はい。加藤さんいかがでしょうかね、この方に関して。まあ、去年とかめちゃめちゃ悪かったっすよ。普通に。スキャンダル出るべくして出たっていう感じの、時期だったと思います。なるほど。タツって、これもサルネタツだから、さっきサルネタツ誰で言ってたっけ？確かクーマさんかなわかんないけど。まあ悪いっすよ。普通に。で、今月も手続きですからね。で、金で逆になってるし、やっぱりとても悪いんじゃない？悪いというか、だから、そういうね、スキャンダルじゃないけど、なんかそういうのが、再注目みたいな感じになるような月だったと思いますよ。なるほどね。やっぱりちょっとそう出やすいというか。だけど、この人も良くなっていくから、まあ、ここを一区切りとして、だんだんまた、人気になってくるんだと思いますけどね。なるほどね。なんかそういう方が今回ね、結構注目されやすいいい時期なのかなっていう。そうですね。だから、炎上マーケティングじゃないけど、運が悪い時に注目されることって逆に応援される人も出てくるじゃないですか。なるほど、確かに。だからまあ、そういう意味じゃ、ね、悪いことばかりじゃないのかな、なんていうふうに。ね、まあ、それぞれのメンタルは心配ですけどね。そうですよね。さっきも、だから、車さんのホロスコープも見てたんですけど、すごく明るくね、されてたけど、やっぱりメンタルとか僕心配だなっていう。月とかは結構傷ついてたし、結構しんどいはしんどいんじゃないですか。うまくいくだろうけど。なるほどね。まあ、ということでございまして、まあ、やはりね、ちょっと、この4月下旬から早速の、このゴシップ続き、今5月上旬もね、あるんじゃないかというお話でありましたけども、まあ、うちのね、視聴者さん的にはやっぱり国際情勢とか。結構リクエストありますよね。その辺のお話、政治、経済とかそういうこともちょっと聞きたいよということもありました。
で、4月下旬からこの国際情勢もね、ちょっと、まあね、いろいろとごたごたあるんじゃないかっていうお話も、そうね。ね、してましたら、いやね、例えばまあ、それで行くんだったらやっぱりローマ法王の、まあ、死去もそうですし、まあそこから、コンクラーベ、ね、いわゆる教皇選挙ですか。はい。これがまあ5月7日から、開始するということが発表されたというニュースも入ってきましたし、それからですね、プーチン大統領が、いわゆるウクライナの、ね、件に関し、戦争に関して、一時停戦を、これを5月8日の、第二次世界大戦の戦勝記念日、ここから、3日間、停戦しましょうということで、まあね、やはりこれ、まあ、ウクライナ、ゼレンスキーさんからすると、いや、こんなのはっていうふうに、ね、向こうも発表してるみたいな、なんか、そういうニュースもありましたけども、ちょっとそんな感じで結構やっぱり、ね、4月下旬から国際情勢ドタバタしてるなっていう。まあ、27日に冥王星と火星がオポジションだったんですよ。はい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 。なんでまあ、その前後ってあれだなと思って、まあ、その件よりもインド、パキスタンの方が、まあ、注目しといた方がいいんじゃないかなって個人的には思っていて。ああ、そっか。銃撃戦は確かインド、パキスタンの方であったと。4月の22とかなんですよね。で、今もまだ続いていて、で、60年前、木の富の年に、第二次、インパ戦争って言って、インド・パキスタン戦争ですね。これね、春から、4月くらいから9月までやってたんですよ。結構長いことやってたんですね。いや、戦争にしたらそんなんでもないよ。まあまあ、半年くらい。だから、これ長続きしないといいなとは思ってます。だからその時だったら、まあ、60年前だったら半年で、まあ、ね、終わったところではあるけど。だけど、なんだろうな。今は極地っていう感じじゃない。こっから展開してってなるとさ、お互い核持ってるし。そうですよね。当時の状況とはまた違い。また全然違いますから、これはちょっと心配だなと。で、じゃあ、それを焚き付けてるところがどこかっていうと、やっぱ怖い話になってくるんですよ。なんか急になんか、恐ろしい話になってきますね。都市伝説みたいな陰謀論とか言われちゃうような、陰謀論だぞってこう言いふらすようなところとか。なるほどな。なんかね、ケネディの文書もほら、オープンになってるじゃないですか。なりましたね。で、あれここが結構絡んでたんだな、とかって出てきてたりするので、あんまり言わないね。突っ込みすぎないようにしますけど、なんか怖いなと思って見てますよ。で、コンクラーベでしょ？で、そうか。7日で8日からプーチンもあれだし、だからまだちょっとね、きな臭いなって見てますよ。で、ここら辺の宗教と権力が絡むところと、情報的な、組織が絡むようなところって、あんまり触れたくないんですよ。まあ、なかなかセンシティブですね。そう。インテリぶってる人たちはほら陰謀論とか言うような。はい、だからこれね、もうチャスさんに自分は、ちょっと、そんなにリスクを負わず、ちょっと。ねちょっと、まあ、ゲストに来た時とか、ちょっとちょこちょこって聞いてみたりとか。ライブ配信しれっとね、しれっと。なんで、5月7日に収録があるので、だからまあ、いろいろね、来月に向けて、またなんか、占いと都市伝説の中で喋るかもしれないし、このくらいだったら喋れるかなっていうのをライブで喋ってもらうかもしれないし、ちょうどいいライン。そうなんです。これね、一人で考えるのはなかなか難しいラインなんですよね。この辺っていうのはね。本当にね、いろんなね、情報がやっぱり錯綜してますし、いろんな思惑が飛び交ってるんだろうなっていう気がしますね。本当に。そうなんですよ。で、そういうのがあってっていう感じなのでね、まあ心配かなと思ってますよ。なるほどね。まあ国際情勢も引き続き、ちょっとニュースちゃんとチェックしないと。しといた方がいいと思いますね。だから結局、なんだろうな、まあもう2020年くらいからだよね。俺避難訓練だったと思ってるんですよ、コロナ禍って。言ってましたね、これもね。だから避難訓練が終わって避難しなくちゃいけない時が来るわけでしょ。で、それは別に災害とも限らないし、有事とも限らないし、疫病とも限らないと。まあ、あと金融崩壊とかいくつかあるわけです。で、全部かもしれないし。で、
タイミングはなんとなくのね、タイミングは出てたりするから、まあ、一応心の準備はしといた方がいいじゃん。まあ、で、冷静に対処できるようになった方がいいと思うし、で、それって見かけ上の問題で、背景にあるのはテクノロジーの進歩なんですよ。テクノロジーの進歩？AI ですよ。なんだろう、毎週のようにね、ちょっと AI のお話出してますけど、でも本当に毎週のように AI 進化してるじゃないですか。してる。だからそう、O3 とかの話、前回もしたいな、みたいな話をしてたでしょ？結構もう、触ってますかね、皆さん。触ってる？どうなんですかね。僕は割と触ってる。まあ課金はね、してないですけど、まあ今有名なところとかは結構使ったりとかはしてますね。そう、だからジェミニの 2.5 プロとかもさ、何回かはこう触れるでしょ？そうですね。ちょっと触ってみるといいと思うんだよね。無料でもいいから触って何ができるかなとか、あと、ジェミナイ？ジェミニですね。ジェミニで合ってる？大丈夫？ジェミナイっていう人もいるじゃん。いますね。まあいいや。ジェミニでいいかな。で、ジェミニ、Google の方の AI ですね。Android とか使ってる人だったらまだ馴染みあんのかな。そうですかね。で、コパイロットだったら馴染みあんのかな。Windows とか。ね、マイクロソフト系使ってるんだったら、だけどそういうのでいいから、ちょっと触ってみて、まあ水路に触るのが多分一番だとは思うんだけど、とか、ディープリサーチとか、まあ触ってみた方がいいなって思ってますよ。推論だとあれですもんね、AI が何考えてるかがザザザって。そう。ジェミニ結構オープンにしてくれてるから、結構賢くなってきてるよっていうところは見なくちゃいけないし、AI エージェントっていうのが、まあ、エージェント機能みたいなのね、どんどん追加できるようになってきて。エージェント機能？そうですね。だから、例えばさ、チケット買ってきてくれたりとか。チケットを買ってきてくれる？そう。ネットで検索して、なんかいろいろやってくれると。だから秘書みたいなこともしてくれるみたいなさ。で、もうちょっと進んでいくと仕事し始めるんですよ。仕事をし始める？仕事し始めるってどういうことですか？だから、もう普通に働くんだよ、AI が。AI が。だから AI になんか指示したら結構いろいろやってくれると。今でも結構あるよ。あれですか、だからこの資料作っといてって言ったらだから、GPTs っていいのあれ。まあ GPTs ですね。で、合ってる言い方。だけど、ああいうの使っていろいろ作業とか効率化したりとかもできるし、もうちょっとだからそれを組み合わせてって仕事したりとかってなってって、経験値を積んでいくんですよ。なんかそう聞くとなんか新人のサラリーマンみたいなそうだけど、新人のサラリーマンって10年かけて成長するでしょ、1年かもよと。コンピューターってこう再現がないから。数ヶ月かもしれないと。怖っ。いや、怖いですよ。だから、3年か4年でベテランのサラリーマンになるかもしれないんだよ。が、下手したらそれがなんかみんな使えるというか、もう勝手にやっちゃうかもしれないわけです。そうだよ、そう。怖くないですか？いや、だから、けど、俺10年くらい前にさ、だから、Google とかが、バーチャルオフィスじゃないけどさ、なんか、要は一人で経営できるような AI とか作っちゃうかもよっていう話してたの覚えてない？ 10 年前に。でも言ってた、それ、僕と個人的にですよね。個人的に。そうなんですね、と言ってましたよ、確かに。そう。だから、一人で起業できるようなさ、というか大企業の民主化とか言ってたよね。言ってました。それはね、言ってた。言ってたよね。ずっと言ってる。そう。だから、いよいよなんですよ。なるほどね。そんな風になっちゃってるんですね。そんな風になっていくから、だから地政学的に、今こんないろいろ起きてるんだよっていうところなんだよね。いろんなところがいろんなことになってるっていう。そう。なるほどね。まさか10年前に伏線払えたとは思わなかったな。だけど、だから来ちゃってるな。で、天体的に荒れる数年なんですよ。この、2031年くらいまでかな。っていうのがそういう時期なんですよね。そんな状況になってるわけじゃないですかね。よくね、AI が仕事を奪うみたいなあるじゃないですか、そういう言説が。でも今の話聞いてると本当に奪われちゃうんじゃないかって気になっちゃいますね。これが20年とかかかると思うけどね、雇用しちゃってるし、ビルとか建っちゃってるからね。壊すのっていう話じゃん。確かに。有事とかで壊れるかもしれないけど、それはね。怖いこと言ってる。怖いこと言ってる、また。そういう怖い、それは怒るかもしれないですけど、やっぱいざ言われたらやっぱみんな怖いっすよ。だけど、なんていうのかな。
まあまあ、そうだよね。どうやってじゃあ付け替えていくかとかなんかいろいろあるじゃない、仕事とか。だから、ベーシックインカムがすぐには無理でも、会社で働いてくれてる人を雇用してくれててありがとうインカムが始まったりとかさ。働いている人を雇用してくれてありがとうインカム。そう。まあまあ確かにそうか、補助金的にやって。そうそう。で、会社の中で再分配みたいな形とか、いろんな形考えられるよね。まあまあ確かにそうか。じゃあ、なんかお仕事でやりがいをみたいなのってのは難しいんですか、そしたら。だけど、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学って来て、就職ってなって、老人ホームみたいなさ、ずっと学校にいるようなもんでしょ、みんな。それを、ずっと学校にいるようなもんでしょって言わないんです。普通は。普通は言わないのか。言わないんです。だけど、それが分かんなく生きてるじゃん。まあまあ、で、やりがいもあるんだよ、今は。だけど、分かんなく生きらせてくれてありがとう、補助金とか。ひどいこと言ってます。わかんないけどね。だからどんな形に収めるのかわかんないけど、やりがいのある仕事って全然あると思いますよ。スポーツ選手になるとか、格闘技とかやるとか、ミュージシャンになってお歌を歌うとか、いろいろあるんじゃないですか。YouTuber とかさ、芸人さんとかさ。でもなんか、エンタメっぽい感じばっかじゃないですか。なんか、普通のお仕事にやりがいを感じる人もいるんじゃないですか。けど、イノベーターじゃないけど、アイデアを出したりとか、動機づけをしたりとか、それからなんだろうね、ネゴシエーションとか、深いコミュニケーションをしたりとか、人間同士の調整とか、それから機械に、問題を起こさないようにちゃんとやれるように、ね、命令していく人とか、そういう人材は結構必要じゃないですか。まあまあ、確かにね。でもいざ、なんだろう、コンピューターが壊れたらどうしようみたいな、そういう話もあるじゃないですか。コンピューターが壊れたらどうしようみたいな、なんか例えば、電柱を、例えば作らせるとして、その電柱作ってる時に、コンピューターが動かなくなっちゃったみたいな時にどうするんだろうって、それを技術を継承できなくなってるんじゃないかみたいな、そういう問題。そういうこと？とかあるじゃないですか。それはコンピューターが教えてくれるんですよ。だからそう、経験値みたいなことだよね。職人さんじゃないけど、積み重ねて、ベテランのやるような判断とかが、新人とかの教育ではできないでしょみたいな話でしょ。なんか新人教育ができなくなっちゃって、断絶になっちゃうんじゃないかいや、だから、新人教育 AI がするんですよ。そうか、AI が全部。だって、ベテランが何やってるかっていうのを観察してるから。だからそういうロボットじゃないですけど、そういうのができてくる。まあ、10年とかかかるよ。多分ね。だけど、だんだんそうなって置き換えられていくっていうか、だから、それの方がいいなと思った経営者が置き換えるところから始まってったりとか。なるほど、ね。だから、それは補助金との、なんていうのかな、綱引きになったりとか。だから、なだらかに行くとは思うよ。まあ、いきなりバシーンってもうみんな。バシーンになるんだったらここ数年で起きちゃうかもしれないから油断すんなよっていう話をしなくちゃと思って、こういう発信を始めたんじゃないですか。確かにね。そうですね。ゴシップとか並べながら、みんなに見てもらって、ちょっと怖い話するけど、まあ、なんとなく見とくかみたいに思ってもらえればなと思ってやってるわけじゃないですか。そうですね。なるほどね。そう。まあ、なるほどね。実際そういう変化が起き始めてるわけですからね。それは先生術的に占い的にもそういうね、流れっていうのはやっぱり来てるわけです。時期だからね。いやまあね、ちょっと今週はね、ちょっとこんなお話いろいろさせていただきましたけども、まさかね、本当に不倫騒動からこんなね、AI のこんな進化の話までやっております。幅広いでしょ。幅広いね。幅広い、国際商社から。本当に。幅広いでしょって。まあまあ、ね、やっておりますので、まあちょっと面白いなと思った方はよかったらね、引き続き、ちょっと高評価、それからコメント、今日、もしかしたらね、それこそ、もうね、いろんなキーワード入れてますから、ね、加藤純一で検索してきた人もいるかもしれませんが。まあ、いるんかなわかんないけど、最後まで見ないでしょ。いやいや、わかんないです。もしかしたらいるかもしれませんが。でも初めて見たって方はね、よかったらチャンネル登録も。そうですね。高評価していただいて、コメントいただいて、みんなが応援してくれたら、なんとか継続していこうと思ってるので、まあ、僕もね、そんなにしたいわけじゃないんですよ。時事とか、なんか予言
とか行ってみたりして、恥ずかしいなと思いながらやってるんです。だけど、そういうのしか見ない人っているじゃん。まあまあね、それはやっぱり自分の生活っていうのがありますからね。だし、まあそれ、僕も見ちゃう方だからついね。だから別に、まあニーズあるよなって思って、まあやってるっていう感じですよね。で、だから対極観的には何に注意すべきかとかあるから、そうですね。なんかちゃんと追っといてくださいと。はい。全部ちょっとね、ちゃんと見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、また来週も、はい。ちょっとこちら、数字がよほど落ちない限りは、継続しようと思いますんで。はい。よろしく。はい。応援のほどよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いいたします。はい。ではまた来週お会いいたしましょう。はい。じゃあまたね